背骨が曲がると曲がるだけでなく、首がこのようにストレートネックになり、腕や手の痛みや痺れまで引き起こします。ほんま放置するとリスクまみれです。どすこい、セルフケア教室の生徒の皆さん、戦わない格闘家整体師のノブです。戦わんのかいと思ってる皆さん、実は相撲をやって背骨が変形したり歩けなくなったりし引退しました。そこで今回私の考えるたった1分座ったまま背骨を伸ばす、背骨と骨盤を立たせる専門的な筋肉を刺激し、速攻背骨の曲がりや体全体の悩みを解消する学習の授業になります。私も背骨が曲がり、腰の痛みや痺れで悩んでいたので、皆さんの気持ちは痛いほどわかります。本当簡単な動きで誰でも真似のできるノブ流セルフケア教室のセルフ整体になりますので、ぜひ皆さんも最後まで注目しながら見ていただき、一緒に解決していきましょう。これ座ってできますよ。背骨が曲がる特徴としては、背中が猫背のように姿勢が悪くなり、首がこのようにストレートネックになり、腕の痺れを引き起こす特徴まであります。少しでも思い当たる節がある時も予備軍ですので注意してください。ここでこのコミュニティの皆さんにお伝えせなあかんことがあります。背骨が曲がってきたなと思ってやってほしくない行為があります。このように無理やり背中を伸ばすようにしたり、背筋の筋トレをしたりです。これほんま飽きません。そして悪化します。ここで背骨が曲がる原因と構造をお伝えさせていただきます。背骨が曲がる理由としては、日常生活で座っている時に骨盤がこのように後ろに倒れてきてしまい、骨盤を立たせる筋肉の機能を失ってしまい、繋がっている背骨も引きずられて曲がってしまいます。座っているとこのようにここに隙間が空いているとこのような姿勢になりますので、当然骨盤が下がってきてしまいます。そして骨盤が後ろに傾いてしまうとそのままロックされてしまいますので、立った状態でも骨盤が後ろに倒れたままになります。なので本当の原因は骨盤が後ろに倒れてしまうっていうのが原因ということです。ここで格闘家整体師ノブ流の考える背骨が曲がる解消の流れとしては、今回は狙う専門的な筋肉は2つ。1つ目は背中側の背骨骨盤につき、そこを支えて安定させる構造の多裂筋という筋肉です。この多裂筋が働くと背骨骨盤をこのように前に押し出す力が働きますので、背骨と骨盤を支え、このように立たせてくれます。2つ目は骨盤股関節、そして太ももの内側につき、ここを支えて安定させる構造の内転筋という筋肉です。ここが働くと股関節が開くのを抑制し、骨盤を立たせるのを補助し安定させます。実際このように股関節をこうやって開いてみると骨盤が後ろに倒れて、それに引きずられて背骨が曲がっていくのもわかると思います。なのでこのように締めるっていうので骨盤を立たせるのが重要になります。結果この2つのセルフ整体で働かすと、背中側で背骨骨盤を立たせ正常化し、股関節を締めて骨盤も立たせるのも補助し、機能も取り戻すので、繋がっている背骨が曲がっているのも解消します。その背骨の曲がりも解消すると、繋がっている当然首の背骨のカーブも正常化するので、結果ストレートネックもこのように解消し、首から繋がる神経の伝達も正常化するので、腕や手のしびれも解消され、全身がものすごく良くなります。ほんま多裂筋内転筋すればいいだけです。それでは早速セルフケアを実践していきましょう。めちゃめちゃ簡単です。これ椅子でもソファーでも構いません。まずは多裂筋からです。最初に脇を締めます。そして次に手のひらをこのように真上の方に向けてもらいます。そのままの状態でこのように胸をぐっと張ります。次にこの状態のまま肘を床の方にぐーっと下ろしていきます。そうすると脇腹のところに力が入りますので、その状態で10秒間、10秒 ×3 回です。ではやっていきましょう。肘をぐっと下げます。脇腹です。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。もう一回いきます。ぐーっと。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。ポイントとしては、この手のひら上を向けているのを少し上よりかこのように外に向けてもらうと、より脇腹に入りやすいです。ではラストいきましょう。ぐーっと。1、2、3、4、
5、6、7、8、9、10。ほんと無理せずできる範囲でやってください。では、反対いきます。まず、脇を締めます。手のひらを真上よりか少し外に向けます。そのままの状態で胸をこのように張ります。これできる範囲で構いません。そのままの状態で肘をこのように床の方にぐっと下げていきます。そうすると脇腹のところに力が入りますので、その状態で10秒間。10秒かける3回です。ではやっていきましょう。ぐっと肘を下ろします。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。もう一回いきましょう。ぐっと。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10です。ラストいきましょう。ぐっと。肘を下ろします。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10です。これをすると、くびれができたり、体の柔軟性まで上がります。次は内転筋になります。まず最初に肩幅にこのように足を開きます。そしてやる側の足の親指をこのように内側に向けます。この時に膝が内に入らないように真正面に向けたままにします。次にその状態のままこのような形で背もたれの後ろにもたれてもらいます。この状態をキープしたまま次に足の指を内に入れた方の足の裏を全体的にぐっと押さえつけます、床を。そうすると内もものところに力が入りますので、その状態で10秒間。10秒かける3回です。この状態で足の裏をぐーっと押さえます。そうすると内ももに力が入りますので、10秒間。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。もう一回いきますよ。これ、できるだけ足の指を内に向けてください。ちょっと足がつりやすい場合は、ほんとできる範囲でいいです。そして足の裏全体でぐっと踏みます。そうするとこの内もものところに力が入りますので、10秒間です。いきますよ。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。ラストいきましょう。ぐっと踏みます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10です。少し入った感がないかもしれないですけど、しっかり入ってますので大丈夫です。では反対もやっていきましょう。まず肩幅に足を開きます。次に足の指をこのような形で内に向けます。この時に膝は内に入らないように肩幅に広げたままです。その状態をキープしたまま後ろにこのように形で背もたれにもたれてもらいます。全然ゆったりもたれてもらって構わないです。そして足の指を内に向けた方の足の裏を全体でぐっと床を押します。そうすると内もものところに力が入りますので、その状態で10秒間。10秒かける3回です。ではやっていきますよ。ぐっと踏みます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。足がつりやすくなりますので、つらないようにできるだけの範囲で構いません。ではもう一回いきましょう。ぐっと踏みます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。ではラストいきましょう。ぐっと。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10です。入ってるポイントはこの辺りになります。少し本当に入りづらいと思いますけど、この体勢してると入ってますので、本当安心してください。正確にはこれだけです。片足たった1分です。めちゃめちゃ簡単じゃないですか。最後にこのセルフケア後に合わせておすすめなセルフケアもご紹介しますので、ぜひ最後まで注目してみてください。おまけにこれは腰痛や膝痛にもおすすめで、腰の柔軟性のアップやジャンプ力、そしてキック力のアップにもなりますので参考にしてください。この毎日たった片足1分の行動力、これが健康への秘訣ですからね。ここまで注目してみてくれた生徒みんなの高評価、チャンネル登録、そして応援コメントが私の最大の励みになります。悩みや痛みに関する質問ややってみた感想などぜひコメントくださいね。ここでお話ししていた最後に、今回のセルフケアをするとストレッチも伸びやすくなるので、後におすすめなストレッチを一緒にやってお別れしましょう。座ったままの延長で構わない。そして後ろに持たれたままでも構いません。その状態で足を組める範囲で組みます。次に組んだ方の足をこのような形で上から下に軽く押さえます。そうするとお腹の前とか股関節の前、お尻のとこが伸びてきます。そのままの体勢で軽く体を反対の方向にひねります。
そうするとさらに伸びてきますので、その状態で30秒。これをすると姿勢改善、下半身のむくみの解消のストレッチにもなりますので、合わせてやってみてちょうだい。それではまた次回お会いしましょう。